一番きつかった。今までのタトゥー人生の中でマジきつかったですね。ちょっと俺タクシーもやってみようと思って、拷問された後にちょっと時間経ってまた拷問されて拷問されてみたいな感覚。この見た目で判断するやつっていうのは結局そういうやつなんだろうなと思ってて、俺子供たちに笑ってもらいたいタトゥー入れたかったんだけど、なんなんだろうこれ。最終的に逆に怖えっていう話。ちょっと話変わるんですけど、その入れ墨はちょっと僕入れ墨は自分が入ってないんであれなんですけど、一番最初に入れたきっかけって何なんですか？一番最初は、自分自身もやっぱバンド界隈にいたので、タトゥーに対してのやっぱ偏見はそもそもでなかったし憧れもあったんですけど、でも一生消えないし、痛いんじゃないかっていうのももちろんありますしやっぱ最初はちょっとって思ってはいたんです、でもいつか入れたいなとは思ってたんですけど、ちょうど20歳の時でしたかね。意外に結構20歳が最初、ファーストタトゥーって結構意外に真面目なんですけど真面目なんだ俺真面目なんだ。確かに20歳の時に鹿児島の天文館っていう繁華街で自分結構その仕事だったりとかバンドとかもやってたんですけど、黒人から声かけられて、タトゥーを入れられる場所ないかみたいな感じで声かけられたんですよ。やっぱいかにもヤンキーみたいなやつだと、集まってたから多分知ってるだろうと思われたんでしょうけど、ああ知ってるよみたいな感じで、もちろんそこ界隈なんで知ってるんで、で連れて行ってここで入れてもらえるよみたいな感じで、ここ鹿児島ナンバーワンタトゥーだからみたいな感じで偉そうに言ってお下げみたいな感じで、そいつが俺の体見てお前は入ってないのかみたいな感じでバカにしたような顔で言われたんですよ。それで俺プチンと来て、入れる予定だしひとみさんちょっといついつお願いしていいですかみたいな言って、それで入れました。ちなみにどこなんですか？それはですね、ここですね。甑島の自分の出身の島の、これがファーストタトゥーですね。なんて書いてあるんですか？これ甑です。あ、甑？甑島の甑ですね。なんか素敵だな。自分の出身地掘るって素敵ですね。なんかファーストタトゥーはすごいガンガン入ってる人だして最初入れた理由覚えてない人結構多いらしくて。ああ、なるほど。そこからこう行くわけですね。やっぱ一発入っちゃうとね、白の画用紙に一つ絵を描いたらやっぱ空白の部分って目指すじゃない、気になるじゃないですか。そこを埋めたくなる感覚と一緒でして。ああ、でもなんか俺入れてないけど分かるな。このタトゥーはかなり面白いですよ。泣いた赤鬼って知ってます？昔の絵本の。ちょっと分かんないです。なんかすっごいかすかな記憶にある昔の話なんですけど、人間と仲良くなりたい赤鬼さんがいて、でもやっぱ鬼だからと怖がられてると、でそこで友達の青鬼さんが訪ねてきて、その話をしたら、じゃあ僕が人間をいじめるふりをするよと、で君が僕を追い払うんだ、そしたら人間たちは鬼さんはいい人だと思ってくれるでしょって、それはいいねありがとうと言って、実際それをやって赤鬼さんは人間たちと仲良くなることができました。でふとした瞬間に青鬼さんにお礼を言ってない、だから青鬼さんにお礼を言いに行こうと思って青鬼さんの家を訪ねたら青鬼さんがいないんです、で手紙が書いてあって貼ってあって、そこに僕と仲良くなっているところを見たら人間たちはあなたのことを疑うかもしれません、蔑むかもしれません、だから僕は長い旅に出ます、もう二度とあなたとは会えません、ありがとうさようならと書いてありました、それを見た赤鬼さんは泣きましたって話なんですけど、この話でやっぱ一番かっこいいのって青鬼じゃないですか。でもこの青鬼ってどんな気持ちでその手紙書いたんだろうなって思ったら、それってすごい複雑な感情が入ってて、それを思って書きましたね。青鬼の手なんですよ。その文字を書いてる青鬼の手なんですよ。面白いですね。そういうあり方でいたいなっていうのなるほどなるほどなるほど。なるほど。そういうメッセージが込められていると。そうですね。ちなみにこれまたちょっと面白いのが、実を言うとこれ手彫りで彫ってまして、せっかく手彫りで彫るからっていうのもあって、墨を使ったんですよ、墨汁を。墨汁で最初に黒く塗りつぶして作った後に青のインクを上から塗ってるんですけど、墨汁って普通の黒のインクと違って時間が経つと青っぽくなるんですよ、人間の体に入ってる。だからその上から青のインクを塗ったんですけど、青のインクって逆に今度は時間が経っていくと抜けていくんですよ。墨がどんどんと青くなっていって青がどんどん抜けていく、そのコントラストを楽しめるかなとか思って。素人の質問なんですけど、墨汁と普通の黒では全然違うんですか？全然やっぱ違いますね。何が違うんですか？墨は木ですからね、天然素材なんで。体にいいと。
体にいいのもありますし、やっぱ経年変化しやすいのかなって思いますけどね。普通の黒のインクだとやっぱ抜けたり飛んだりとかしますけど。それはなんか普通のインクじゃなくて体用のインクみたいな。そうですね。墨汁でいけるんだ。昔はじゃあ墨汁で彫ってたってことですか？そうです、昔はそうですね。ちゃんとシリンで。あとごめんなさい、手彫りっていうのは全部手じゃないですか？普通は。これよく勘違いされる方がいて、和彫り洋彫りとか言うんですけど、和柄洋柄があるだけであって、彫り方としては機械彫りか手彫りなんですよ。なるほど。機械彫りっていうのはもちろんマシンを使った彫り方。ビーってやつですか？よく見るやつ。そうです。で手彫りは手でこう一個一個ちゃんと入れていくやり方。ここのところにこう針を刺して、その筋肉と皮膚との間にあるその色が残る層のところに色を置いていくっていう作業ですね。違いがやっぱりありますか？あります。機械彫りの方が早いです。早いです。楽と言っちゃあれですけども楽ですね。手の方が痛いとか。そうなんですけど、手彫りの方が痛くないんですよ。手彫りはやっぱりこうその一箇所一箇所にちゃんとその人のそのところにちゃんと向き合ってやるんで、時間がただ倍は違います。もちろんその人の技術もあります。ということは金額も違うってことですか？もちろん違ってきます。時間がとお金があれば手彫りがやれる人にやってもらった方が痛くないし、色合いもね、機械彫りだとやっぱもうその均一にどうしてもググググっていくんで、細かい色彩のすごい美しさではやっぱ手彫りの上手い人にやってもらった方が綺麗です。でも1回で全部終わるものなんですか？それも単純な時間ですよね。時間がない方からしたら2回に分ける方もいらっしゃいますし、で自分のこれみたいにそんな風にちょっとアイデアがある時は、もう1回黒である程度完成させてから青を乗っけないといけないんで。すごい深いですね。深い世界ではありますね。深い世界。やっぱ歴史長いですからね。だって。そうですね。伝統芸能。伝統芸能ですからね。いいあれですからね。とかも全部埋まってますけど、ここはわざと開けてるんですよ。なんで？わざと開けてる理由っていうのは、50代になった時の自分のフィーリングであえてここを入れたい。こんだけ入ってるのにここがわざと入れてないんですよ。で50代になった時に入れるっていうのがちょっと面白いかなと思って。その時の自分の感覚をね。そうです。これは僕一視聴者として聞きたいんですけど、タトゥーのいいところ、悪いところすぐ聞きたいです。40年、20年ぐらい入ってるじゃないですか。良かったことは今言った通り、やっぱその自分の辛かったこととか悲しかったことで忘れたくねえなっていう思うことを忘れないっていうことはすごく自分の中でもいいですし、あとはライトなところで言ったら目立ちますよね。単純な話で、これは良くも悪くもになっちゃうのかもしれないんですけど、それのおかげで声かけていただいたりお仕事いただいたりする時もありますので、ケン横山さんの PV なんかも自分そのタトゥーで言われてますので、あとはキャッチに声をかけられないとか。僕の一意見としていいなって思うところがあるんですよ。それはやっぱ表現者として表現力やっぱ上がる時があるなって。なるほど。例えば映像とか使ってても、怖いシーンとかなった時に、じゃあこわもての人を使うじゃないですか。結局そういう時って、その人が例えば和彫りが入ってるのか入ってないかだったら、パッと見た時のこわもてって一瞬で変わるじゃないですか。そうです。それ入ってるのが怖いじゃないですか。っていうことでやっぱ使われるっていうパターンもあるな。そうですね。でもそれってやっぱり特技だしいいことだし、なんか素晴らしいことだなと思うんで、だからすごい表現者として僕レベルアップするなって思う時はあります。悪かったところありますか？悪かったところはやっぱりこう入れるところも多いですけど、やっぱ入れないところも温泉であったりとか銭湯とか、入れるところももちろんあるんで、一概にその全部がダメってわけではないんですけど、あとやっぱりこうそのタトゥー入ってるからっていうことでイメージ悪くなる時もやっぱありますし、それもメリットになるのかなと思ってるんですけど、この見た目で判断するやつっていうのは結局そういうやつなんだろうなと思ってて、余計なやつをその取捨選択っていうか、選べるっていうのはありますよね。逆にね、もう見た目でちゃんと話してくれる人は、この人は見た目じゃなく中身で話してくれる人なんだなって思えるし、メリットデメリットどっちもある話にもなってくるんですけど、ですね。最近の話になっちゃいますけど、ちょっと俺タクシーもやってみようと思って、役者の友達がちょっと大手で働いてたから紹介するって言われて行って全然所長とかも OK だったんですけど、健康診断でその保証会社みたいなのを立てなきゃいけないって言われてたんですけど、その身分の保証みたいなやつなんですけど、健康診断の病院からなんか連絡がいったらしくて、不採用になったってその所長からわざわざ連絡いただいて、ちょっと一旦携帯からかけるねって言って切られて、携帯からかかってきて、病院からちょっと連絡いったみたいで、ちょっと遺伝子がダメだったんだよって言われて、それはなんですか、輸血できないとかそういうことで？いやーどうでしょう、やっぱイメージの問題じゃないですかね。
海外のこと知らないですけど、日本はまだ根強いのかなっていう感じイメージはありますけど、ただやっぱりこうそこをよく日本は誤解しているところがあって、実は海外でもタトゥーが入ってるイコールで悪いやつっていうイメージは実はあります。海外はオープンなんでしょみたいな感じあるんですけど、やっぱちゃんとしたところにタトゥーが入ってると入れないとかいうのもちょっと実はあったりとかもするらしいんで、これは本当にやるかどうかわかんないんですけど、そのタトゥーの話そうなんですけど、結構その知り合いの映画監督と話してる時にタトゥーの話になって、一つ一つの俺のタトゥーのその意味というか、なぜ入れたのかっていう話なんかをちょっとなんか聞きたいっていうから話をしてる時に、それ映画にしたらいいじゃんって言われて、実際そのまずそこのポイントを出して、実際にそこに至るまでの再現みたいなのを撮って、その絵になったみたいなのを長編で作っちゃうと面白くないみたいな、それを見た人がタトゥーに関してのなんかこう新しい解釈っていうのをできて面白いんじゃないみたいなことを言われて、あ、確かにそうかもなとかちょっと思ったりとかして、ただやばい話もあるからどうそれやると完全俺の暴露がすげえ出るなとか思うとちょっとあ、いやノリで入れたとかよくみんな言うけど、ノリじゃないんですね。まあノリで入れたからこそのその空気感を覚えてるっていうのもありますよ。そこも面白いところではあったりとかしますけれども、このタトゥーなんか結構ノリのタトゥーですしね。これは単純にタトゥーが怖いっていうイメージを変えたいと思って、可愛い絵を入れようと思って、にっこり笑った太陽の絵をこうしたなんかこう笑ってるように見えるでしょみたいな感じでちょっとノリで入れたんですけど、最終的に逆に怖えっていう話入れてもらってた前の日に北海道かどっかで中学生のなんかこう男と女の子がバンかなんかでさらわれて脱出されて殺された事件がその前日にあってて、それを掘りながらちょっと不謹慎ながら、あの子たちもっと辛かったのかななるほど、俺子供たちに笑ってもらいたいタトゥー入れたかったんだけど、なんなんだろうこれとかなんか変な感覚にとらわれながら誰かでそうなんですよ。それも痛いんですよね。ここは痛いです。めちゃくちゃ痛いです。痛そう。ここの黄色の部分がちょっと最初飛んじゃったんですよ。ここも結構飛んでたんですけど、まあそれはそれで味かなと思ってて、でもここのところが飛んでるのが嫌だったんで、先っぽのところだったんで、そこだけ入れてくれよってポリシーにリカバリーお願いしに行ったら、ここまでやりだしちゃって、あれいやそこ俺いいんだけどって、いやそれは俺が納得できねえとか言い出してトータルだから10時間近く。10時間5時間くらいで10時間痛みに耐え続ける。いやあれは地獄でしたね。ちなみにタトゥーのうまい下手ってどこで見るか知ってますとか、続けてやっちゃう。続けてどうしたの？全然俺聞きたい。黒のラインがこう1本引いてあるところとか、大概周りでラインを彫ってからその色を塗るのが基本なんですけれども、そのラインを見た時にそこが歪まずにちゃんと入ってて色が均等であるかっていうところがうまさなんですよ。そこでその人の技術が出るんですよ。なんかその僕のイメージですけど、その点を線にしてるイメージがあって、ちっちゃい点をこう積み重ねて線にしてるわけじゃない。じゃないです。切ってるってことですか？まっすぐ。そう。ズズ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 ズ。そうなんだ。なんでその時にその彫り師がどこまでその角度で、なおかつ人間の体って平坦じゃないんで、そこに合わせてこうちゃんと動かしながらこうめちゃくちゃ痛いじゃんそれ。じゃあ下手な人がやるとなんかボコボコにずれてたり、濃い部分があったり薄い部分があったり歪んでたりっていうのは確かにその深さで変わりますね。そうなんです。タトゥーマシンも言ってもすごい振動が来てる中でこうグーグーってやってるから、長年やってる人の腕もパンパンにすごい太い人切ってるってことです。切ってるってことです。じゃあ言っちゃえば切ってるような感覚。皮膚を切ってる。薄く振動ありのやつでズズズズって言いながら切られてるイメージですね。だってメスとかと変わんないってことですよね、言っちゃえば。まあ近いですね。3本の細いこうメスをなんかこうグリ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 ってやりながら切っていくようなイメージですね。すごっ。和彫りでこう全身入ってる人とかいるじゃないですか。あれって勲章みたいな。俺の彫り師はヤクザモンなんかも結構やってきた人なんで、痛いけどでもやっぱ時間がかかるから機械彫りで最近の人はやるらしいですけどね。逆にだってここら辺掘ってる人いません？一番痛いのはここですね。俺はやっぱここが一番痛いだろうなと思ってですね。骨の痛みと肉の痛みがあって、振動で骨が痛いのと、そうです。で人によってやっぱ得意分野が違うらしくて、絶対ここが痛いよこっちがっていうのはちょっとないらしいんですよね。やっぱ人によるっていうか、なんか俺ちょっと無理かもしれない。一度終わりたいゲーム。なんかすごいそこが無理な気がする。
俺はでもそんなわけでいろいろ掘ってきたんですけど、今一番最新じゃないかちょっと2つ前かなんですけど、それがこれなんですけど、このタトゥーは改めて自分の中で目から鱗だった話なんですけども、このタトゥーって大体3色使ってるんですよ、黒と茶色と赤みたいな感じなんですけれども、タトゥーを彫る時に1箇所をずっと彫ってると麻痺してくるんですよ。で麻痺してしまうともう痛くないっていう話で結構ずっとやれてたりするんですけど、こんだけ色を使ってる時に1箇所をやってるところでいちいちインク変えてられないじゃないですか。だからぐる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 って彫りましたで、ここにまたたどり着くんですけど、まあ大体1周してる間に大体このタトゥーが9時間ぐらいかかったんですけど、まあ大体1周がまあ大体3時間だと考えて、1箇所が終わってから大体3時間くらい経ってからここに来るわけじゃないですか。一体痛めつけたところが3時間後にまた殴られる感覚なんですよ。わかりますこれ？じゃあ傷が治ってる、そう痛みがだんだん復活したところでまたやられるんですよ。またでそれをぐるぐるっとやってきてまた来るんですよ。3周目が。じゃあだって傷も治りかけだ3時間だったら。そうこれは一番きつかった。これは9時間かかりましたけど、今までのタトゥー人生の中でもマジきつかったですね。1箇所だけだったら痛みは大したことなかったかもしれないですけど、やっぱそれを何往復もしてるから、拷問された後にちょっと時間経ってまた拷問されて拷問されてみたいな感覚っていうか。もう一個質問あるんですけど、気になるのいくらぐらいかかるんですか？それはもちろん人によります。ショップとかだったらタバコのサイズで、1万とか3万とかいう人もいますし、俺みたいにこう個人でやってもらってる人にやる場合は時価ですね。違うんだ。そこに関しての話にもなってくるんですけど、大体これ俺多分そのタトゥーをやってる人でその方式を取ってる人もたまにいますけど、俺はもう多分それで均一した方がいいと思ってるんですけど、1時間1万の計算にした方が俺はいいと思ってます。サイズじゃなくて、サイズにしたら結局そのサイズだったとしても細かい絵と面倒くさい絵だったらすごく時間かかるけど、シンプルな絵だったら簡単に終わっちゃうっていうのもあるんで、1時間1万の計算でやった方が多分分かりやすいし、やってる方もやられてる方も納得しやすいと思います。昔ながらの彫り師って結構値段言わない人多いんですよ。関係でやってるから最初に値段を言うのはちょっとなんか仕事感があって嫌みたいなのがある人って結構いらっしゃって、映画みたいだ。そうなんですよ。終わった後に今回はまあこれくらいかなみたいな感じで言うか、やっぱ職人なんで、もしお金がなかったらちょっと次回でいいですかとかなんかいう交渉はもちろんそういう人だからできるんですけど、俺はやっぱこの文化はちょっと1時間1万ってみんな結構均一の常識にしといて、そっからのなんかプラスアルファっていう方にしといた方が、なんかすごい僕の本当感覚ですけど、1時間1万だと安いなって思っちゃったんですよね。俺そんな安くホランゾみたいな人もいそうなイメージですけどね。まあいるかもしれないですけど、ただ鹿児島のその時代の時に結構海外でもやられた方なんで、結構海外の彫り師も結構知り合いいて、ミスターカトゥーンってご存知です？ミスターカトゥーン、ちょっとごめんなさい。ミスターカトゥーンはエミネムとかあそこら辺に彫ってる人です。でも世界的なタトゥーアーティストなんですけど、その人が鹿児島に来て彫るって話になって、東にも彫ってもらえないよみたいな話になって、いくらくらいなんですかねって聞いたんですけど、ミスターカトゥーンは大体もうタバコサイズでまあ10万超えましたね。そういうブランド効果っていうのは確かにありますけど、ただ単純な技術の話で言ったら俺は大体1時間1万くらいが妥当じゃないかなと思ってます。お互い相互で。なるほど。なんかその和彫りで値段をなんかよく言う時があるじゃないですか、言ってる時が、そのお値段が結構な値段するから、ここ40万だぞみたいな、で全身で何千万だみたいな、そういうものなのかなとも思ったんですけど、そういうわけではないですね。じゃないですね。まあもちろんその有名な方とかそこら辺はもちろん高い値段だったりとかするでしょうけど、そのタトゥーの方にも一応大門ってのがあって、その流派があるんで、その流派のやっぱ有名な人とかになってくると高くなるとかいうのもありますけどね。例えばどこどこの組の誰々っていう組長に入れてる御用達の人に彫ってもらったんだみたいな、さっきのミスターカトゥーン的な感じですけども、なんかお名前がありますもんね。そうです。それはそれでちょっとブランドになるんで、商売にもなるんで、それって何かしらやっぱこう仕事の時に俺はどこどこの組長に入れてる誰々にも彫ってもらって許可もらって入れてもらってるんだぜみたいなので、なんかいろいろ話が広がっちゃうからですけど、海外だとタトゥーを使う時ってその彫り師に印税払わないといけないんですよ。デザイン料。そう、俺の彫ったタトゥーを映画で使うんだったらまず俺に払うべきだろって作者に払われた。日本だとそれがないからあれですけど、海外だとそれが当たり前ですね。
深そうなんでちょっとそこまた今度深掘りさせてください。ぜひぜひぜひ結構俺もなんだかんだいろいろその道は来たんで、ちょっと入れないから興味あるんで、なんかちょっと聞きたいね。すごい気になるでしょ。ね、ヒロも好きなんで、ぜひ今度ぜひぜひありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます。いいの撮れましたね。